干渉するようになってしまったので、単管パイプを2本切ってきたんで、このボルトをこう止めることができるっていう。はい、おはこんばんは、オリーブです。前回までのオリーブの束の間は、ボートのフレームの合成を強化するところまで進みました。しかし、なぜかフレームとオールが干渉する問題が発生してしまいました。フレームとオールの干渉問題の原因とは何なのか、そしてそれを今回どのように解決していくのか、皆さんに楽しんでいただけたらなと思います。それでは本編へどうぞ。はい、次にやることなんですが、この縦のフレームをつけたことによって、オールを動かすとき干渉するようになってしまったので、その対策をしたいと思います。はい、どういうことかというと、普段このオールを固定しているフレームをこんな感じで外して、オールを取り外して、ここですね、このオールを取り付けるアタッチメントに取り付けてオールを使っていたんですが、実際取り付けてみます。縦に通したフレームとこんな感じで干渉してオールが使いづらくなってしまったので、今からその対策をしたいと思います。使うのは単管パイプとクランプですね。オール外しちゃいます。そしたらこの縦のフレームにこの単管パイプをクランプでこんな感じで取り付けます。だいたいこのオールを取り付けるアタッチメントの近くの位置に取り付けようと思うんですが、下すぎてもボートに干渉して単管パイプが大げさに言うと斜めになってしまうので、これぐらいの位置ですかね。ちょっと短めにフレームの上の面に合わせて単管パイプを切ってクランプで取り付けていきます。こんな感じで印をつけたので、高速カッターで切っていきます。はい、こんな感じで単管パイプを2本切ってきたんで取り付けたいと思います。そしたら単管パイプをクランプに入れます。この単管パイプとオールのアタッチメントは太さがだいたい同じですね。なのでここが90度なので、フレームの溝に合わせてこんな感じで当てれば直角が出るので、これを頼りにだいたい目で単管パイプの穴の位置とオールのアタッチメントの穴の位置を合わせます。こんな感じで取り付きましたね。そしたら反対側も取り付けていこうと思います。はい、こんな感じで取り付きましたね。はい、実際取り付けてみたんですが、オールを取り付けて漕ごうとすると取り付け位置が低すぎて足にぶつかるので、もうちょっと単管パイプを長いものを取り付けてオールが高い位置に来るように調整したいと思います。はい、ということで取り付けの位置高くしてみました。なので足に干渉することはなくなりましたね。ということでこことここを延長して垂直に取り付けたんですが、足には干渉しなくなったんですが、2本のオールを中心に持ってくるとオールがぶつかってしまうので、オールを取り付けている単管をこの状態から斜めに取り付け直して、オールの真ん中で干渉する問題を解決したいと思います。先ほど単管パイプを斜めに取り付けて実際にオール乗せてみたんですが、このフレームにつけているクランプが重みでずれてしまうので、クランプの下にはゴムのシートを巻きつけて滑り止め対策をしたいと思います。クランプの幅は約 3.5 ね。 OK。3.5 でしょ。3.5 センチの幅で木を押さえているので、
このままカッターでゴムのシートをカットしていきます。これをクランプの下に巻き付けたいと思います。この1枚を半分に折って真ん中で切ってクランプ1個につき1枚使いたいと思います。そしてあとは携帯の水平器で角度を見てゴムを1枚かませただけだとまだ動くので、さっき切ったやつ2枚重ねていきたいと思います。動くか。どうしようかな。下にゴムを巻いてもダメだったので、次はカーンナットっていう材料があるんですけど、これを使って固定していきたいと思います。これどういうものかというと、こういう形状のものになっているんですが、はい、今これボルト外した状態ですね。こっちの方のパーツなんですが、こんな感じで回転するので、この回転させた状態で穴の中にこの先端ですねを押し込んだ後にボルトを差し込んで左回転で回すと、この先端がこんな感じで回って、このボルトをこう止めることができるっていう材料になりますね。実際に使ってみるとどういうことかわかると思います。まずはこれを差し込むためにフレームに穴を開けていきたいと思います。穴を開ける位置は、はい、ちょうどクランプのここにいい感じの穴が開いているので、この位置のフレームに穴を開けたいと思います。クランプの方もターンナットを止めるための下穴のサイズが足りていないので、穴を拡張していきたいと思います。穴のサイズが 10mm は必要ですね。クランプの穴のサイズが 6mm なので 4mm ほど穴のサイズ拡張していきます。そしたら穴を開けていきたいと思います。はい、手前側の方も穴開けていきます。よし。はい、そしたらですね、穴の方拡張していきます。よし。よし。はい、そしたらですね、こちらのパーツをこちらの穴に差し込んでいきます。これをこんな感じでまっすぐにして、ここに差し込んでいきたいと思います。ボルトを取り付けて、最初左回転で回した後、今度は右回転で回せば取り付けられるそうです。やってみます。ついたけどへこんじゃうな。ここがだいぶ薄いので、ボルトを差し込んだ時に今回の使い方だとへこんでしまったので、ワッシャーをボルト側に2枚かませて止めて、ここのパーツがへこまないように補強をして取り付けたいと思います。使うワッシャーは普通のワッシャーとスプリングワッシャーっていうのかな、名前ちょっとわかんないんですけど、こっちが薄くてこっちが分厚いので、こっちで強度を保てるようにして見栄えよくこっちのワッシャーを上からかぶせて取り付けていきたいと思います。これでギリギリだな。まあ大丈夫かな。よし、OK。はい、そしたら今度はこ
このダイソーで買ってきた椅子ですね。こちらを取り付けていきたいと思います。はい。ということで、切りがいいので、今回はここで一旦動画を切らせてください。今回はオールの干渉問題を解決するところまで作業が進みましたね。次回の偽装は2人仕様にするということで、椅子をさらに追加で取り付けていきたいと思います。本日もここまでご視聴ありがとうございました。ものづくりって本当にいいですね。さよなら、さよなら、さよなら。